こんにちは。なんてこったパンナコッタ肩こった大失敗パウンドケーキやってまいりましょう。材料こちらでございますね。今日は小麦粉、バター不使用ということで、代わりに米油、そして米粉ですね。結構ね、スーパーで見かけるような庶民的なこの材料で今日はやってみようかなと思いますね。で、分量なんですけれども、100、100、100、100、4同割りって言われる4つの材料を同じ割合で入れるパウンドケーキの基本の作り方みたいですね。これでちょっと今日はやってみようかなと思いまして、でこれがパウンド型1個分の材料になりますので、今日は2個分作りたいと思うので、倍量200、200、200、200でやってみようと思います。まずは卵をしっかりと泡立てていく。この工程はなんかね、すごく大事みたいですね。米油でケーキを作るときは空気を含むタイミングがないから、この卵に空気を入れておく、今ふわふわにしておくことで最終的に生地が膨らむっていうことでしたね。なのでしっかりやってみました。で、米油を入れる。今日の大失敗パウンドケーキの大失敗要因はここだったんですね。米油を入れすぎました。で、4同割りで作るね、最初紹介しました全部同じ材料ずつ入れて焼くっていうのがパウンドケーキの基本というのを見ましたので、バターを入れる分だけ今日は米油を入れる、つまるところですね。全部200、200、200、200で入れてみたんですが、そうすると米油は多すぎるらしいんですね。多すぎた原白らしいんですねちょっとタイミングがあったのに今言い忘れちゃったからね、言い直しますけど、でそうすると何が良くないかっていうと、今ねすごいシャバシャバなんですね。粉をねまたちょっと入れてないから分かりづらいとは思うんですが、液体状になってしまうと。なので生地がなかなか焼き上がらないで、生焼け状態になってしまうと。今日はね失敗したのは生焼けになっちゃったんですね。っていうことで、じゃあどれぐらいの量のね油を入れればよかったのかっていうことなんですが、粉に対して 60%、 つまるところ今日は米粉ですけど 200g 入れましたから、120g もしくはそれより少ないくらいの米油を入れると、まあまあうまくいったのではないかなという話でございましたね。やっぱりその固体の油、バターと液体のオイルじゃあ入れる量がね変わってくるということらしくて、私はそれがなんかねちょっとしっくりこなかったのよ。質量保存の法則に引っ張られて同じなんじゃないって思っちゃったんですね。でまずですね、レシピで見ました。190度35分で焼けるっていうのを見たので焼いてみたんですが、全然ですね焼けなかったと。で、なんとですね、もう1時間超えで焼いてみました。ココアはねなんかね1時間ぐらいで焼けたかなと思ってちょっと取り出してみたんですが、こちらになりますね。一見焼けてるようにも見えるし、焼けてないようにも見えるっていうねもう1時間20分焼いたんですけど、やっぱりね開け閉めをすごいしちゃったんですね、オーブンのね。だから時間よりも温度がすごく低くなってしまったっていうのもあって焼けてないのかなと思いますし、こちらに関してはなぜこの時いいと思ったのか、横のところ結構ね怪しい色してるもんね。という感じの出来でございますね。じゃあちょっと切ってみましょうか。真ん中の一番怪しそうなところねちょっと見てほしいですね。
焼き時間はでもね、レシピよりも数十分長くてもいいとか書いてる人もいたのでね、どうでしょうか。わかりますか？この真ん中のところね、色がちょっとジュクジュクした感じのね、焼けてないなっていう感じですし、これね、裏の方がもっとね、これはちょっとアウトな感じよね。ここがね、なんかね、永遠に焼けなかったん本当に。他のところはね、焼けてるのよ。なんかずっとここだけ焼けなくてね、っていう感じ。ただ横のところとかね、これね、色の補正とかしてないんだけど、美味しそうな色をしてますよね。そうなんですよ。そんな感じですね。で、ココアの方ですね。見てほしいのはこっちなんですよ。言うてもさっきのね、大失敗ってそんなね、言い過ぎやろうって思うと思うんですけれども、だからこういうことやね、大失敗っていうのはね、皆さん、これは大失敗でしょ1時間焼いたんですけどね、こんなもんなの？ 1 時間焼くって。いや、そんなことないよね、多分ね。もうちょっと焼いてきますね。で、結局ですね、プラス20分ぐらい焼きましたら焼けたという感じでございますね。今日は大失敗パウンドケーキということで、やっぱ失敗のね、原因の一番は油が多かったということですね。バターの量イコール米油の量で代用できるわけではないということが今日私初めて、分かりました。勉強になりましたね。ただ味はどうやったんやいっていう話なんですが、めちゃくちゃ美味しかったんですね信じられる？見た目でめちゃくちゃ美味しかったんですね。で、そのまま食べると硬かったんですけど、1回冷凍しまして、で食べる時にですね、レンジで1分チンして食べたらですね、すっごいふわふわしっとりで美味しかったです。何をもってね、失敗とするか成功とするかっていうところですけれども、私自分自身もしくは食べてくれる人がねいるんだったら、その人がね美味しいって言ってくれるんだったら、もうそれで成功なんじゃないのかなっていう、ちょっといい話でごまかして今日は終わりにしましょうか本日もですね、ここまでお付き合いいただきました皆さん、どうもありがとうございました。お相手はおなおドーナツでした。また見てね、バイバーイ。